パックに入ったスイカが 50% 引きだったのでそれも買ったんですけど、買ってこのカバンの中に入れて帰ってきたんですけど、さっき開けたら普通にスイカの汁がこぼれてて、もう夏の汁が溢れ出してたんですよ。夏の香りがいたしますわ。こんな感じ。見た目がちょっとやばいですが、冷やし中華っぽいのを乗せてるけどそうめんです。で、わさびとめんつゆでビャーってかけて、最後にごま油をかけました。と、これが鶏胸と、あとスーパーでこの前買った餃子の素のやつ、キャベツとかニラがもう切って袋に入ってるやつ、あれを使いました。それとパプリカちょっと加えてなんか炒めた謎のやつ、餃子のあん的な味がします。はい、これはレンチンしただけ。いただきます。そして湿った空気が流れ込み続ける太平洋側で雨の量が多くなりそうです。明日になっても台風の中心はまだ中国、静岡県は広く400人以上が予想。Saw you glance, your everlasting light. Met your eyes, razor sharp, cover through the crowd. I don't even want to know your name. I just wanna keep you to myself. Stay with me or leave me be. I want you all to午前中の運動を台無しにするような焼きそば2玉。
田ヒカルさんの神奈川公演だったんですが、見事に外れで、リセールっていう公式でやってる、もう一回その公演直前にもう一回申し込めるチャンスがあるんですけど、それも申し込んでたんですけど、昨日の夜しっかり落選しました。ああ、行きたかったな。しょうがないですね。やばい、この見た目はやばいな。卵とハム1枚、もう明らかに手でちぎったろっていう。はい、すいません、汚くて。はい、ともうお米もなくて買ってもないので、外のご飯チンしました。で、梅干し。じゃじゃん。今日は土曜日なのでマック買ってきました。久しぶりだな、マック。それと本を持って久しぶりに雑誌を買いました。で、なんでこの雑誌を買ったかっていうと、フィンランド、私ずっと北欧のフィンランドに行ってみたくて憧れなんですけど、今日たまたま本屋に行って雑誌のところで読んでたら、このまさかのフィンランド特集で買ってしまいましたね。行ってみたいな。一人でも行ってみたいし、誰かとも行ってみたいし、いいなフィンランド。人生で一回は行ってみたいな。はい、なんで買いました。暑い。うわぁ、久々。俺よりもあったまってんだお前。ちょっと待て、言うな。そんな病態がするんだよ。光が本当になんで来ねえんだ誰も。そうめんの上に納豆とキムチを乗せました。ごま多すぎじゃねって思われた方いらっしゃると思うんですが、私もそう思いますあと、なんでそこにさつまいもって思いましたよね。私もそう思う。そう
んにちは、翔です。今日がですね、9月1日で、もう今日から9月です。早いですね。いやー、ほんと早い。もうあっという間に10月になって、ハロウィンが来たら、もうすぐにクリスマスじゃないですか。もう私の中では10月になると、若干もう年末気分に入るので、いやー、ほんと早いですね。で、今日は、今、13時くらいなんですけど、これから今日はニコタマのシェアラウンジに行って、勉強とか、いろいろ編集とかやろうかなって思ってるんですが、今雨が降ってて、めっちゃ行く気を失せているところです。少し前までは全然降ってなかったんですけど、よし、じゃあ出発するかってなったら、結構今降ってきてて、で、その Yahoo の雨雲レーダーみたいなやつがあるんですけど、それによると、あと10分15分くらいで弱まるらしいので、ちょっとそれを待っているところです。雨が落ち着くまで少し時間があるので、勝手に最近感じたことをシェアしようかな。この前ですね、適当にスマホをいじってた時に、なんかの SNS かなで、潜在能力のプラトーっていう表現のものを見つけて、でそれを読んでたんですけど、多分停滞期間っていうことを意味していて、グラフ化してるんですけど、縦軸が結果で横軸が時間で、普通はその軸に対して、時間とともに結果が上がっていくっていう、こういう直線的な成果を人は期待をするけど、実際はこうではなくて、時間とともに時には下がって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 ゆっくり上がっていくっていうのが多くの現実みたいなのを表しているグラフだと私は理解したんですけど、でどうしてもこういうふうに期待しているのに対して何かを始めた時にこうっていう、この落ちていく期間っていうのが必ずあって、で多くの人はここでやめちゃうみたいな、諦めちゃうみたいなっていうことについて書かれてる記事かなんかを見つけて、確かにそうだなって思いましたね。自分ごとに置き換えるしかできないので、私ごとで置き換えると、それこそ去年まで勉強してた TOEIC の勉強だったり、運動もそうだし、この YouTube もそうだし、ある一定期間その3つは自分の中では続けてきてこれたっていう自負はあるんですけど、全てこうだったわけでは全くなくて、むしろ普通の人より下がって、この期間がすごい長かったんじゃないかなって思うくらいなので、どうしてもさ、例えば新しいことを始めるときとか、よしこの資格取ろうとか、この勉強今日からしようとか、よし今日から Vlog やるぞとか、 YouTube 頑張るぞとか、何でもいいんですけど、何かを始めるときってすごくモチベーション上がってるじゃないですか。心も燃えてるし、今日から早起きするぞとかもそうですよね。でもその日っていうのは絶対とは言えないですけど、私の場合は 100% それは消えるんですよ、時間とともに。なので最初は燃えてるけど、結果は全然出なかった時にすぐに諦めちゃうんだろうなって思っていたので、もし自分がそれこそ TOEIC の勉強を始める時とか YouTube を始める時とか、何かをチャレンジしようと思った時には、もちろん心で燃えることはとても大切なことだと思うんですけど、それと同じくらい最初は結果が出ない、普通に考えれば当たり前なんですけど、それをちゃんと自分の中で噛み砕いて心の中にしまっておけるかっていうのは、結構その先継続できるかどうかの大きな境目、ポイントになってくるのかなってちょっと思いましたね。始めてからしばらく経っても結果が出ないことって、普通にあると思うんです。続けて数ヶ月何年かやってるのに結果が出ないみたいな。もちろんその時にもしかしたらその努力の仕方が間違っている可能性っていうのも大いにあると思うので、修正できるところとかはちゃんとそこは見直さないといけないところかなとは思うんですけど、でもそれよりも自分のそのメンタルというか心の部分が一番大事かなと私は思っているので、今はその結果が出ない時、今はそういう時期なんだって、ここで諦めたらこれまで勉強してきた積み上げてきたものが無駄とは言わないけど
なくなってしまうから諦めそうな時こそ自分の番っていうのはこの先必ず自分の順番が回ってくるっていうことを思えるかどうかっていうのは大事だなって。もしかするとこの動画を見てくださってる方の中で今すごく何かを続けることが難しくなってきてる方だったり、モチベーションが下がってる方だったり、諦めようかなって思ってる方いらっしゃるのかなと思いますので、諦めるときはやっぱり正しく諦めたいですよね。その結果が出なかったから、自分には向いてないから、周りの人の方がすごいから諦めようだと、もしそれでご自身が納得できるんならいいんですけど、きっと後悔してしまうと思うので、仮に諦めたとしても、仮にやめたとしても、自分の中ではそれが正しい選択だったって思える時にやっぱり諦めたいですよね。きっとこれは私も含めて自分の出番っていうのは必ず来ると思うので、その回数の差だったり来る時期っていうのは人によって、またその人のこれまでの今の選択動き方によって変わってくるかもしれないんですけど、必ず自分の出番っていうのは来ると思うので、頑張ってほしいなって思いますし、もちろん私自身も最善を尽くすように頑張ります。何をって言われると今はこれっていうのは正直ないんですが、例えば TOEIC で900点を取るとか、何かの資格に合格するとか、留学に行くとか、今はそういうこれといった目標は私は持ててない、持ちたくない今なので、大それたことは全然言えないんですが、生きることも大きな目標にしていいと思うので、私は今日できることを愚直に頑張りたいなと思います。この動画を少しでも見てくださってる方を本当に応援してるので、頑張ってください。絶対大丈夫です。大変なこともいつかは終わりますし、今日の天気みたいにずっと降ってる雨なんてないので、必ず雨は止んで、快晴とは言わなくてもちょっとでも日が出る時間っていうのは必ずあるので、お互い頑張りましょうってなんか熱いことを話してしまったんですが、では私も今日やることを頑張りすぎず、でも精一杯頑張ろうと思います。雨止んだので行ってきます。バイバイ。